こんにちは、キズナあかりです。今日は、ラジコン飛行機を買って飛ばそう。第8回、EPP ラジコン飛行機の接着をお届けします。さて、今回、ことのはけのハンガーから、ホビーキングの EPP ラジコン飛行機を発掘してきました。で、本来であれば、この機体の組み立て動画になるはずだったのですが、説明書があまりに詳細で、基本的に悩む部分がなかったため、そのあたりはスキップしつつ、説明書に書いていなかった。それでいて、大半の EPP 飛行機に関係する接着についてお話しすることとしました。ところで皆さん、EPP って何かわかりますか？ EPP は発泡ポリプロピレンのことです。よくあるのが、発泡ポリプロピレンと発泡スチロールの混同です。触るとカサカサしているのがスチロール、触るとムニムニしているのがポリプロピレンです。で、混同すると何が問題なのかですが、使用できる接着剤が全く違います。ポリプロピレン相手にスチロール用接着剤を使用しても、仮止め程度にしかなりません。さて、それでは、ポリプロピレンに使用できる接着剤の代表をご紹介しましょう。まずは、ボンド GP クリア。安く、早く、しっかり接着できる万能品です。代表的な存在で、機体の組み立ては基本的にこれでいいです。が、使い方がちょっと普通ではありません。そのあたりは最後にお話しします。次は、ボンドウルトラ多用途 SU。これもしっかりと接着できます。普通の使い方が必要な場合や、常に重力に逆らう接着は、こちらの方がおすすめです。あと、実は、瞬間接着剤も結構大丈夫です。先ほどの接着剤より接着力は劣りますが、硬くなるため、ガチガチに固めたい箇所や、隙間に流し込みたい場合は、瞬間接着剤がおすすめです。あと、ホットボンドも大丈夫です。が、重くなるという欠点があるため、結構特殊用途です。そして、なぜか使う人が多いけれど、接着できないのがエポキシです。はっきり言って全然つきません。さて、今回のラジコン飛行機は、尻尾の接着が必要です。そこで、実際に GP クリアの使い方をご紹介しましょう。接着するのはここ、垂直尾翼と水平尾翼です。まずは、接着剤を塗る前に、本当に正しいか仮に置いてみます。リンケージワイヤーが抜ける方向や、翼を組み合わせる順番が予想と違うことが多いので、注意しましょう。入らないですね。垂直尾翼が先のようです。GP クリアは一瞬で接着されます。間違えると致命的です。事前によく確認しましょう。あ、細かいことを気にする人は、脱脂もした方がいいです。その場合は、食器用中性洗剤で洗ってください。大丈夫そうですね。それでは、GP クリアを塗ります。塗るのは片面で、ここは焦る必要はありません。急いでやっても意味がないので、ゆっくりでいいです。とりあえず、先に確認した手順通り、刺しておきます。続いて水平尾翼にも GP クリアを塗ります。こちらも先に確認した手順通りに1回刺します。で、ここからが普通と違うところです。しっかり刺さったことを確認したら、一度剥がします。なお、簡単に剥がれます。で、剥がしたら10数えます。適当でいいですよ。1、2、3、10。再度、手順通りに刺します。抵抗しますね。接着が始まっていますね。なんで一度剥がすのか、実はよくわかりません。でも、剥がさないと翌日になっても接着できてないです。さらに、この方法でしっかりと接着されます。
欠点はもちろんあって、奥深いところに挿入するような接着の場合、途中で止まってくっついてしまいます。そういう場所は、2番目に紹介した、ウルトラ多用途 SU を使用します。あれは、一度剥がす必要がないというか、剥がすとくっつかないです。この状態で、ギュッと押すと、数秒後には剥がれません。EPP を GP クリアで接着する場合、一般的に、このように接着します。それでは、今日は、この辺りまでとしましょう。次回は、サーボの調整とリンケージをお届けする予定です。それでは、高評価とチャンネル登録をお願いします。キズナあかりがお送りさせていただきました。じゃ、またね。